キーサイトインフィニウムシリーズオシロスコープでしかできない DDR メモリーの最も簡単なタイミング検証方法のデモ動画です。電源ノイズの測定も後半で紹介します。キーサイトインフィニウムシリーズオシロスコープは特別なモードを使うことなく、クラス最高の波形更新速度を有しますので、波形はパラパラ漫画のように見えるのではなく、滲んで見えます。この性能とキーサイトが誇るゾーントリガーを組み合わせることで、DDR メモリーのタイミング測定を最も簡単に検証することができます。このデモ信号は DDR2 です。DDR2 や DDR3 を一般的な FR4 基板に実装した場合の受信端での立ち上がり時間はおよそ200ピコセック程度ですので、オシロスコープは 2GHz 程度の帯域が必要となります。黄色のチャンネル1が DQS ストローブ、緑のチャンネル2が DQ です。この状態ではリード信号とライト信号の両方でトリガーがかかっています。まずストローブ信号の立ち下がりエッジでトリガーをかけます。最初のエッジでいつもトリガーをかけたいので、ゾーントリガーを使って不要な信号を採用せず、希望の信号のみが表示されるようにします。アクティブでないチャンネルにゾーンを描いてしまった場合は、ゾーンのターゲットチャンネルを指定し直します。DQ にもゾーンを指定してライト信号を残します。このようにたった2つだけのゾーンでライト信号の切り分けができました。あとはマーカーを使えばおおよそではありますが、タイミングが十分余裕があるのかどうか確認ができます。もちろん Y 軸マーカーを併用して DQS のスレッシュホールドレベルでのタイミングを計測することも可能です。この波形は DQS の最初のエッジでトリガーをかけているので、フレームの後半はジッターの影響を受けています。DQS の各エッジにおける DQ の信号を重ね書きすることで正しくタイミングマージンを評価することが可能になります。これを I パターン評価と言います。I パターン波形を別のウィンドウに持っていき、スケールを調整して見やすくします。画面の中央が DQS のエッジの位置ですので、タイミングマージンをマーカーで測ることもできますし、メジャメントで用意されている I の評価用の測定機能も簡易的に使えます。簡易的というのは DDR の場合のスレッシュホールドレベルは 0V ではないからです。自由なウィンドウレイアウト、多くの測定機能、そして関数、これらはすべてキーサイトのインフィニウムシリーズの優れた特徴になります。次に 1.2V の DC 電源に頂上しているノイズを観測してみます。スケールを調整すると約 200kHz の三角波のようなノイズが観測されました。さらに拡大するとメガヘルツオーダーのノイズも観測されます。このノイズの波形の振幅は数ミリボルトですが、しっかりと観測できています。気になる場合には FFT 解析も併用します。観測される電源ノイズやその工事波が負荷で使用している信号のデータレートと同じ場合には、信号品質の劣化につながる恐れがありますので、パソコンなどであらかじめ対策をしておくことでトラブルを未然に防ぐことが可能となります。